天神大神とは、神々しく尊く天地一切を司る唯一の救いの大神に増しまして、人の運命を開き起こし、神妙不可思議にて人知をもちて計り知ることのできざる驚くべき神秘的威力を表し、人を幸福の世界へ導きたもう生ける大神と申し上げ奉る御送り名であります。天神大神様はかつてイエス・キリストをお使いになり、悩み苦しむ多くの人々を奇跡をもってお救いになられました。それから約2000年経った現在、神様はこの日本の天神正教にご降臨されているのです。その歴史は今から100年以上も昔、1892年明治25年に島田平吉という男の子に起こった不思議な出来事から始まります。ここは日本三大河川の一つ、利根川に近い埼玉県加須市大越というところです。ここに島田亀次郎と美代夫婦の一家があり、長男の平吉という男の子がおりました。その平吉さんが10歳の時のことです。ねえねえ、今日は何して遊ぼうか。明神様に行ってかくれんぼしようよ。鬼ごっこも面白いよ。ある日、平吉さんがいつものように近所に住む野中平栄さんとそのお供役の少年の3人で学校から帰ってきた時のことです。よし、それじゃカバン置いてこよう。あれ？ねえねえねえ、木の上に誰かいるよ。う。どどこ？ほら、あそこ、白い長いひげのおじいさん。その途端、恐ろしい顔をした老人が3人の前に飛び降りてきたのです。助けて！平栄さんとお供役の少年は家の中に逃げ込んだのですが、平吉さんは庭の隅にあった便所の中に身を隠しました。怖かった。もう大丈夫かな。さっきのおじいさんどっかに行ったかな。平吉、平吉。誰なの？平吉。さっきのおじいさん。なんだか全然違う人みたい。とっても優しそう。平吉、これからお前の家へ行って遊ぼう。さて、老人が現れたあくる日から平吉さんの様子はガラリと変わってしまいました。第一、学校へ行かなくなったのです。父の亀次郎さんは大層心配をしておりました。平吉、どうして学校に行かないんだ？だって神様が字でも何でも教えてくれるというから行かなくてもいいんだよ。何言ってんだ。そんなデタラメ言ってると承知しないぞ。ごめんください。平吉はいますか？あ、先生、わざわざ来てくださって申し訳ありません。平吉のやつ、わけのわからないことばかり言って言うこと聞かないんですよ。平吉、学校じゃもうすぐ算数の九九が終わってしまうぞ。みんな七の段が難しいと言ってな、ずいぶん苦労してるんだ。お前もちゃんと学校に来て勉強しないと、これからますます。じいちが七、七に14、
七三21、七四28、七五35、七六42、七七49、七八56、七九63でしょ。平吉、一体いつの間に覚えたんだ？神様から教えてもらってるんだよ。翌朝のことです。ねえねえ、父さん、平吉見ませんでしたか？どこにもいないんですよ。昨日あれほど言ったんだ。学校に行ったんじゃないのか？いいえ、カバンはそのまんまなんですよ。まったく、神様ってどうにも困ったもんだ。ちょっとその辺を回って見てきますから。平吉、平吉。おい、平吉、平吉。心配した近所の人たちも森や桑畑などを探したのですが、平吉さんの姿はどこにもありませんでした。そして平吉さんがいなくなって1週間ほど経ったある日のことです。お母さん、平吉は一体どこに行ってしまったんでしょうかね。本当にご迷惑ばかりかけて申し訳ありません。皆さんにまで心配かけてしまって。平吉のやつ、まさか堀や池にでも落ちて。お父さん、何を言っているんですよ。きっと帰ってきます。そうだよ、そのうちひょっこり帰ってくるよ。皆で平吉さんを心配して集まっていると、突然外で声がしました。ただいあれ、平吉じゃないの。平吉どこに行ってたのよ。心配したじゃないか。まったく心配させやがって。皆さん、本当に申し訳ありませんでした。さあさあ、おいで。皆さん、平吉帰ってきましたよ。平吉、一体どこ行ってたんだ？先生や近所の人が心配してお前を探し回って大騒ぎだったんだぞ。お父さん、まあいいじゃありませんか。とにかく元気で帰ってきたんですから。はい、これお土産。なんだこれは。こんな珍しいものどっから持ってきた？まさか盗んできたんじゃないだろうな。神様にいただいたんだよ。またバカなこと言って。平吉、正直に言ってみろ。あ、こら平吉。まあまあお父さん、いいじゃありませんか。本当に皆さん、すみませんでした。うわあ、綺麗なグラスだね。こうして平吉さんは何事もなかったように帰ってきたのです。ねえねえ神様、あれお不動様の屋根ですか？ああ、そうだよ。お不動様の屋根って上から見るとちょうどすり鉢のように見えるんだな。神様、今日はどこに連れてってくれるんですか？今日は静岡の新山へ連れて行ってあげよう。はい、わかりました。静岡ってどんなところだろう。また何か珍しいものを持って帰ってみんなを驚かせなくっちゃね。このようにして平吉さんは神様に連れられていろいろなところへ行ったのです。その後も平吉さんはたびたび行方不明になるので、村の人たちの間で平吉は狐つきだとの噂が立つようになりました。亀次郎さん、平吉には狐がついてるんだよ。どうにかして狐のやつを追い出してやらなくては。そんな風に言ってもじゃあどうすれば。そうだ、平吉を煙でいぶしてみてはどうだろうか。そうしたら狐のやつたまらず出て行ってしまいますよ。
慢するんだ。今お前の中にいる狐を追い出してるんだから。いいか、頑張れ。やめてよ。お父さん、もうたくさんでしょ。いい加減やめましょう。平吉、大丈夫？しかしどれだけ煙でいぶしてみても一向に効き目はありませんでした。それにしても平吉のやつ、どうしたら元に戻るんだろうか。よーし、こうなったらえい。平吉、大丈夫かい？大丈夫かい？まあ濡れて。さあ、ほら早く着替えないと風邪をひいてしまうよ。平吉、学校へも行かずにブラブラほっつき歩いて世間の人に笑われているのがわからないのか。何が神様だ。神様なら神様らしいことをしてみせろ。狐なんかに疲れているのがどうしてわからないんだ。今日はどんなことをしても狐を抜いてやるからな。そう思え。翌朝のことです。平吉、ちょっと染め物工場の高野山まで出かけてくるんで留守番頼んだよ。それじゃ行ってくるからね。ねえねえ母さん、ちょっと待ってよ。何か用事かい？神様が父の申すことは無理からぬことだ。今日からどんなひどい眼病でも治してやるから連れてくるようにとおっしゃったよ。ああ、そうかい。それじゃ行ってくるからね。留守番頼んだよ。おはようございます。いや、ミオさん、しばらくだね。平吉はその後どうだい？平吉には本当に困ってしまいました。昨日も父さんが短気を起こして狐を抜いてやるって平吉をいきなり池に放り込んでしまったんですよ。おう、この寒いのになんてこと。そうしたら今日になって私が家を出るときに突然に。また何かあったのかい？ええ、それがですね、私に向かって神様が目の悪い人を連れてくれば治してやると言われたなんて言うんですが、どんなもんでしょうか。ここが神事というのでありましょう。ところで今日はこの家のおじいさんは若い頃に目を患い、目が不自由だったのです。ああ、そりゃいいことを聞いた。早速神様にわしの目を治していただかなくちゃ。おい、お初、ちょっと頼みたいことがあるんだが。早速高野のおじいさんは孫のお初に手を引かれて平吉さんの家までやってきました。おじいちゃん、平吉さんの家に着きましたよ。ああ、そうかい。ありがとうよ。ごめんください。あ、平吉さん、こんにちは。平吉さん、おみよさんから目を治してもらえると聞いて早速やってきました。よろしくお願いします。治してあげるから明日また来てください。はい、わかりました。それじゃあまた明日よろしく頼みます。直してやるから明日来てくださいと言われたので、また翌朝やってくると、今日は都合が悪いから明日にしてくださいと来る日もそう言われて、おじいさんはとうとう1週間も通ったのです。こんにちは。こんにちは、おじいさん。こんにちは、平吉さん。またこうしてやってまいりました。よろしくお願いします。今日も都合が悪いから明日また来てください。はい、わかりました。ちょうど雪降りで家にいた亀次郎さんはその様子を見て、平吉、そんなデタラメを言うと承知しないぞ。
おじいさん、こんなね、子供の言うことなど真に受けないで、これからはもう来ないでくださいな。いいえ、どういたしまして。神様のことですから、幾日でも通いますよ。夜中に来いとおっしゃれば夜中でも参ります。では失礼します。そう言ってまた雪の中を孫に手を引かれて帰っていったのです。さてと、それにしても今日も寒いの。きっと雪がたくさん積もっているんだろうな。あれ、お初じゃないのか。あれ、おじいちゃん、見えるのかい？いや、見えるわけじゃないが、障子の外から影が映るような塩梅に感じたもんだから呼んでみたんだよ。すごいおじいちゃん。これをきっかけにおじいさんの目は日増しに良くなり、ついにはすっかり全開し見えるようになったのです。何かぼんやり見えとる気がするな。すごい、すごい。おい平吉、頼むよ。平吉さん、お願いします。さあそれからが大変です。見えるぞ。このおじいさんのことが評判となって、目の悪い人が後から後から平吉さんの家を訪ねてくるようになり、それがまた不思議にも治ってしまうので、村中ひっくり返るような大騒ぎとなりました。そのため平吉さんの家では一時野良仕事さえできなくなってしまったんだそうです。さて、平吉さんにまつわる不思議な話はまだまだあります。ある日、平吉さんが馬に食べさせる草を借りに利根川の土手に行った時のことです。突然その馬が逃げ出してしまったのです。馬が逃げた。いやー、大変だ。おい、馬が逃げたぞ。おい、みんな捕まえるぞ。そっちだ、そっちの方に行け。この当時、馬は田んぼを耕すのに欠かせない大切な動物でしたので、その馬が逃げたとなれば村中で大騒ぎとなったのです。みんな、そんなに騒がなくても大丈夫だよ。あの馬には神様が乗ってるから、またここに帰ってくるよ。まさか。いや、ダメだよ。早くちゃ捕まえられねえや。まったくだ。それにしてもどこへ行っちまったんだ。馬が帰ってくるぞ。え、本当か。お、馬だ。馬が帰ってくるぞ。それにしても馬がまた戻ってくるなんてね、不思議なこともあるもんだ。普通馬は田んぼや土手などから逃げても必ず自分の馬小屋に帰るものです。このように逃げ出したところに帰ってきたというのはとても不思議なことなのです。またこの利根川の土手ではもっともっと不思議なことがありました。ある時、この土手で女の子3人と平吉さんが遊んでいた時のことです。あれ、平吉さん、どこへ行くの？あれ平吉さんたら下駄履きのまま川を渡っていくわよ。本当だ。どうしてあんなことができるのかしら。おーい、平吉さん、平吉さん。さて、平吉さんがまたいつものように家出をしてしばらくして帰ってきた時のことです。ただいま。おかえりなさい。まあ、立派なすずりと墨だこと。今度は何をするんだ。神様が字を教えてくださるから
これから書いてくる。そう言って平吉さんは納屋に入っていき、神様から字を教わったのです。その字は子供の書いたものとは到底思えないほど実にうまかったので、近所でも大変な評判となりました。こんにちは。そんな折、太郎です。噂を聞いた亀次郎さんの妹の末という人と夫の重太郎さんが東京の四谷から大きな紙を持ってはるばる平吉さんの家にやってきました。いやあ、平吉、元気か？平吉さん、しばらくだね。いやあ、おじさん、おばさん、突然どうしたの？いやね、平吉が素晴らしい字を書いてくれるって聞いてな。これに何か書いてもらえないか？うん、いいよ。それじゃ墨を吸ってよ。おお、わかったわかった。重太郎さんは平吉さんに言われるままに一生懸命墨をすり上げました。平吉、できたぞ。これぐらいでいいかな。おじさん、今日は神様が都合が悪いとおっしゃるからダメだ。また明日書いてあげる。え？ああ、そうか。それなら仕方がないな。しかし次の日もまたその次の日も都合が悪いと断られ、ついに重太郎さんはカンカンに怒ってしまったのです。またダメだって？もう書いてもらわんでもいいよ。まったくなんてことだ。わざわざ来るんじゃなかった。カンカンに怒った重太郎さんはさっさと帰り支度を済ませて庭の隅にある小便所に入っていきました。すると後ろから両足を抱えられてあわや便所の方へ転びそうになったのです。誰だ？何をするんだ？あれ？誰もいないぞ。おじさん、おじさん。なんだ平吉？はい、これ。え？ああ、ありがとう。まだ墨が濡れておる。それにしてもなんて素晴らしい字なんだろう。ということは今神様が書いてくれたのか。その時の書は今でも本部聖堂に大切に保管されています。いにしえ誰か論ず宝金一丁の神百年同社こうとして人を待て。これは昔神様が申された朝顔のごとくに短い間の出来事であった。いついつまでも神と人とは一体なり、我に仕える後の人の現れるのを待たれよという意味で、神様が平吉さんに対して汝と別れねばならないが、しかし年月が経つうちに我が使命を下すものを表すゆえ、時節を待っておられよというご啓示をお残しになられたのであります。さて、平吉さんが神様に出会ってから3年目の明治28年1月のある日のこと。ねえお父さん、平吉がいなくなってもう1ヶ月ぐらいですかね。ああ、もうそんなになるかな。まあいつものことだ。またなんかお土産持ってひょっこり帰ってくるんだろうよ。そうですね。あれ？誰か来るぞ。ただいおお、平吉じゃないか。ま。はい、父さん、これ。来年は男の子が生まれるから、その子が大きくなって学校に行く時の支度だよ。なんだって？男の子が生まれる？それにこんな立派な靴とカバン。どうしたんだ？だから男の子が大きくなって学校に行く時の支度だよ。平吉、ちょっと待ちなさい。みよ、今の平吉の話聞いたか？来年男の子が生まれるんだとよ。はい、
しっかり聞きましたよ。来年男の子が生まれるんですってね。果たせるかな。翌年、すなわち明治29年1896年2月11日に神様の予言通り立派な男の子が生まれたのです。そしてこの赤ちゃんこそが後に神様から使命を受け天津正教を開教された初代教祖様なのです。ああ、よしよし、元気ないい子だ。平吉や、男の子が生まれたから名前を何とつけたらよいか神様に聞いておくれ。うん、分かったよ。ちょっと待ってて。それにしても元気な子供だ。本当にそうですね。父さん母さん、神様は聖一と名付けよとおっしゃったよ。ああ、そうか、聖一か。いい名前だ。いい名前ですね、聖一。よしよし、よし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 。そして間もなく、我当分この地を去るゆえ、我の去った後は母に明神様へお参りして信仰を続けよと申し伝え。その時、不思議にも庭から自然に白い煙が立ち、南西にあたる富士山の方へ消えていったのです。ところで平吉さんはというと、父さん、ここが終わったら一休みしようよ。ああ、そうだな。それじゃあ休みにしましょうか。おお、よしよしよし、おお、よし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 。それにしても元気な子だね。今までのことがまるで嘘のように元の平吉さんに戻り、それからというものは両親と共にずっと農業に励むようになったとのことです。そして母美代様は正直にも神様の言いつけ通りに夜中の牛蜜時になると必ず明神様へお参りするようになりました。その日産は雨の日も風の日も雪の日も一日として休むことなく、実に40年の長きにわたって続けられたのです。聖一、今はね、草木も眠る牛蜜時といって夜中の2時ごろだ。私がこうしてお参りするのは、お前が早く大きくなって偉い人になれますようにと神様にお願いしているんだよ。信仰というものは神様にお前がこうして我のところへ来るようになってから道が低くなったと言われるようでなければいけないのだよ。初代様の育った時代は子供の頃から親元を離れ、小僧として商店などで住み込みで働く少年たちがたくさんおりました。そして使い走りや雑用をしながら店の主人や番頭たちに商売を一から教わっていったのです。初代様にも13歳になった時、東京へ小僧に行くという話が舞い込んできました。とにかく関東さん、こんなにたびたび来てもらっても聖一はまだ子供だし心配でね。それにまだ学校も終わっていませんし。いや、その辺のところは
わしも十分分かっているつもりだが、先方がぜひ誠一さんを小僧に欲しいというもんだからね。同じ村の関東矢左衛門という人が何度も家に訪ねてきては、自分の長女の夫斎藤次郎兵衛が東京で雑穀屋を開業したので、ぜひ初代様を小僧に欲しいと頼み込んできたのです。そしてついに関東さんの熱心さに負けて、初代様は東京へ小僧として働きに行くこととなりました。誠一、東京に小僧に行くとな、冬水で雑巾がけしたり、ひびが切れたり赤切れしたりするんだから、その時はな、水をすっかり拭いてから火に当たるんだよ。分かってるよ。それからいくら寒くても10月20日の恵比寿港までは旅が履けないんだからな。それに東京に行ったからには徴兵検査まではうちに一度も帰れないんだから、その覚悟でな。母さん、そんなに泣くなよ。分かってるよ。大丈夫だから。誠一、何事があっても神様に頼めよ。いいか、神様に頼むんだよ。分かってるよ。大丈夫だよ、母さん。こうして初代様は東京へと出発したのです。当時は今のように交通機関が発達していませんので、利根川の土手から午前中に船で出発し、そして翌朝ようやく東京の両国橋の下に着きました。そこから電車に乗り換えて日本橋通り3丁目の駅で降り、呉政町というところにある斎藤商店にやっと着いたのです。さあ誠一、今日からここがお前の家だ。せいぜい頑張っておくれよ。あれ、俵が一票もない。どうした誠一？ここは雑穀屋じゃないんですか？なーに心配するな。売り場は別のところにあってな、そこに毎日使いに行ってもらうのがお前の仕事だ。斎藤商店の売り場はこの呉政町から2キロほど行ったところ、隅田川を渡った深川佐賀町にありました。ここは米や雑穀、肥料などが集まる日本一有名なところで、町内のほとんどがそうした業者で占められ、活気あふれる町だったのです。よいしょよいしょ、いつ来てもここは賑やかだな。おいらの田舎とは大違いだ。うわおい小僧、気をつけろ。はい、ごめんなさい。この頃、佐賀町の近くの柿柄町には米相場の取引所があって、俗に米屋町と呼ばれ、柄の悪い相場師たちがたくさんおりました。その様子は当時の川柳で「米屋町いらぬ小僧の捨てどころ」と歌われたほどで、ここに働きに来た子供の挙句の果てはせいぜい蕎麦屋の出前持ちだろうと噂されていたのです。初代様がやってきたこの佐賀町も柿柄町に負けず劣らず柄の悪いところだったのです。ああ、怖かった。ここはなんて柄の悪いところなんだ。こんなところにいつまでもいられないよ。兄さんに手紙を出して田舎に帰れるようにしてもらおう。こうして初代様は田舎に手紙を出したのですが、何遍出しても兄からの返事は辛抱せよ辛抱せよとだけで、いつしか月日が経ってしまいました。東京に小僧に来て1年ほど経ったある日のことです。斉藤さんや、ちょいと聖丼に頼みたいことがあるんだが、よろしいかな？どうぞ使ってやってください。おい誠一、飯島様がご用事だそうだ。はーい。飯島様、何でしょうか？聖丼、すまんがこの引換書を持ってな、堀川の有線会社に行って運賃払ってきてほしいんだが。
はい、わかりました。ああ、それとな、お釣りが5銭来るが、それはお前の打賃だ。お前にやるよ。はい、わかりました。ありがとうございます。それじゃ行ってきます。初代様は打賃がもらえると聞いて大喜びで勢いよく駆け出していきました。ありがとうございます。そしてその帰り道、いやー、いつ食べても美味しいな。おじさん、もう一個ちょうだい。いつも道端の屋台で焼いている1個1銭の大福を5つペロリと食べてしまったのです。ただいま。飯島様、行ってきましたよ。これが引き換え書です。いやー、ご苦労さんご苦労さん助かったよ。誠一、お釣りはどうした？え、いっけね。釣りはやると言われたのに一体どういうことでしょう。初代様は慌てて店を飛び出し、いつも可愛がってくれているタバコ屋のおばあさんのところへ駆け込んだのです。おばあちゃん、おばあちゃん、途中でお釣り落としちゃったんだよ。早く5銭貸しておくれよ。早く早く。そそっかしい子だね。5銭でいいのかい？うん、それじゃ、はい、5銭だよ。ありがとう。はい、これお釣りです。おい誠一、そのお釣りはどこで借りてきたんだ？おめえは大福を買って食べちまったんだろう。まあまあ、斉藤さんいいじゃありませんか。だって飯島様がお釣りはお前にやると言ったんだもの。誠一、こっちに来い。それは俺もそばで聞いて知ってら。だがな誠一、よく聞け。飯島様がやると言ったってあのお釣りはまだお前のものじゃないんだぞ。一旦飯島様に引き換え証と一緒にお釣りを渡して、それから飯島様が改めてお前にやると言って手渡しされて初めてお前のものになるんだぞ。この出来事は5銭のお釣りというお金にまつわる大切なお話として残されています。お金にまつわる大切な話はまだあります。初代様が満17歳まであと1ヶ月というお正月のことです。旦那様、明けましておめでとうございます。おお誠一、今年もしっかりな。はい、よろしくお願いします。ところで誠一、お前も知っての通り番頭どもは店の金を使い込むやら商品をごまかすやら、まったく困ったもんだよ。そこで今年からおめえもお得意先回りをしてくれねえかな。え？私が？そうだよ、誠一なら大丈夫だ。やってみておくれ。はい、承知しました。一生懸命やります。こうして初代様は張り切ってお得意先回りを始めたのです。小僧のくせになんだあの格好は。あんな小僧に商売ができるもんか。斉藤の親父さんも何を考えてんのか。あんな小僧が番頭だなんて信じられんよ。当時10代で得意先回りをする人などは一人もおらず、同業者の番頭たちから冷やかされたりバカにされたりで、それは悔しい思いをさせられました。ごめんください、斉藤商店の島田でございます。そしてある晩、初代様がいつものようにお得意先の店を訪ねた時のことです。おいおい、セイドンがこんなところに何の用事かね？何って、こちらは私のお得意様ですが。セイドンのお得意先だってお前には無理だよ。だいたいお前には満州の事情も北海道の在庫のことなんかわかるもんかね。どうだね旦那さん、こんな小僧を相手にしてたら大損しちまいますよ。そうでしょ。さあ帰った。くっそ、今に見ておれ。なんだ、何にも言わないで言っちまいやがった。それじゃ旦那さん、またよろしく頼みます。はあ、すっ
かり暗くなっちまった。それにしてもあの小僧ちょっとかわいそうだったかな。わあ、えい小僧、何しやがる。この野郎、やめろ、やめてくれよ。もう我慢の限界に来ていた初代様は散々相手を殴りつけて手も足も出させなかったのです。斉藤さん、この顔どうしてくれるんだよ。昨日あんたとこの小僧にめちゃくちゃ殴られたんだぞ。いや、それはすまなかった。これから絶対こんなことはしないように言いますから、勘弁してください。勘弁してくださいと言われて、ああ、旦那様はきっと許してくれないだろうな。里に返されるか、蕎麦屋の出前持ちでもしなきゃならないだろうな。初代様はそう覚悟を決めていました。しかし夕方、主人に呼ばれて言われた言葉は意外なものでした。誠一な、人は喧嘩しても後で謝ったり、酒でも飲んで仲直りすりゃそれで済むんだが、だけどな、金で愛想づかしをされたら一生取り返しはつかないんだぞ。だからそれだけは気をつけろ。いいな。へえ、ありがとうございます。このことが身にしみて、初代様は一生涯お金で人様に迷惑をかけることはなかったのです。こんにちは。こうした斉藤主人の日頃の生きた教訓や商いの経験などを通して、初代様はどんどん成長していきました。しかしその後に待ち受けていた道は想像以上に長く険しいものでした。20歳になった初代様は当時国民の義務だった兵役に就きます。しかしわずか7ヶ月で兵役を終えて、その後本格的に実業界への道を歩み始めました。実業界での活躍は目覚ましく、当時日本中の業界に広く名が知れ渡り、成金党の旗頭、米国界の麒麟児と言われたほどでした。しかしそんな大成功もつかの間、大正9年3月の物価大暴落で大損をしてしまい、加えて結婚をした大正12年には関東大震災に遭い、家も焼き尽くされ、ついに全財産を失ってしまったのです。なんてことだ。これからどうやって生きていこうか。その後も来る年来る年不景気が続いて、とうとう初代様は11年間もの長い間どうにもならないほど苦しみ抜いたのです。そしてある夜のことです。その方はなぜ自分を悟らんのか。いつまで宙に浮いているのか。徹底的に身を落とせ。わらじを履いて働く気持ちになれ。なんだ今のは。身を落とせ、身を落とせ、身を落とせ、身を落とせ。よーし、これはもう中継ぎやるしかない。でもこれまで問屋をやっていた身で中継ぎをやるとはなんとも情けないな。でももう他に道はないんだ。よし、そうと決まったら早速支度だ。決心した初代様はなけなしのお金でジャンパーとズボンを買い、今までの洋服を脱ぎ捨てて問屋回りを始めたのです。その取引のことでしたら私に任せてもらえないでしょうか。旦那、どうか私を使ってやってください。
中継ぎとは、売りたいという人と買いたいという人の仲を取り持つ仕事で、その手数料を収入とします。つまり元手がなくてもできる仕事なのです。しかし一度店を構えて問屋をやった初代様には、その問屋に頭を下げて回るこの仕事はとてもつらいものとなりました。それじゃあ今日の1時頃にはお邪魔しますので、よろしくお願いします。そうしてしばらく経ったある日のこと、郷里から久しぶりに母がやってきました。あれ、母さん久しぶり。よく来たね。お母さん、いらっしゃい。ああ、安心した。安心した？母さん、何を安心したの？いやね、おとといの晩に神様が夢に現れてね、聖一にこんな姿をさせろとおっしゃって、お前の姿を見せてくださったんだよ。それで心配で早速来てみたら、お前がそれとそっくりの格好をしてるじゃないか。いや、驚いたよ。なんだ、そうだったのか。それじゃあ何かいいことがあるんだね。でも元気そうで安心したよ。とにかく苦労続きだからね。よし、それじゃあ今日も頑張って働くよ。母さん、ゆっくりしてってね。それじゃあみんな行ってくるよ。いってらっしゃい。気をつけてね。いってらっしゃい。こうして一生懸命働いたのですが、良いことはなかなか巡ってきませんでした。もうダメだ。いっそここから身を投げて死んでしまおうか。いや、それはできない。もし俺が死んだらもっと困るのは家族だ。妻や子供だけにはこれ以上惨めな思いはさせられない。でもどうしたらいいんだ。神様、私は永代橋から身投げしようと思いましたが、妻や子供が不憫になり、とても死にきれませんでした。しかしもう私にはこれ以上辛抱も我慢もできません。向こう1週間のうちに私どもの生きていかれる道をお授けください。そうでなければ私はこれ以上とても辛抱できませんから死にます。私の亡き後はあなたが妻や子をお引き受けください。生かそうと殺そうと私は霊界へ行ってまでも苦情は申しませんから。あなたね、今にいいこともあるでしょうから、早く休んでください。そしていよいよ昭和10年1月18日です。寒い寒い。こりゃダメだ。あったかい上着でも着て出直すことにしようか。いや、今日は寒いな。あれ、佐藤さん、こんにちは。聖一、そこに座れ。え、佐藤さん、どこで飲んできたんだい？我は佐藤ではない。汝の守護神なるぞ。汝は3月切りの満州大豆をなぜ空売りした？このままにしておけば汝はこの佐賀町の土地にはいられなくなるぞ。我が相場を告げるゆえ解雇すべし。なんだか気味悪いな。あ、そうだ。誠に恐れ入りますが、亀田屋さんを呼ばせていただいてよろしいでしょうか？うん、よかろう。許して使わす。はあ、助かった。あ、亀田屋、すぐ来てくれ。いいから今すぐだよ。頼むよ。今亀田屋さんが来ますので、佐藤さん落ち着いてくださいよ。我は佐藤ではない。その方の守護神であるぞ。島田さん、どうしたんです？
佐藤さん、こんにちは。ご無沙汰しております。亀田屋、そこに土下座せよ。え？どうしたんだい島田さん。まあいいから、もしお小言がございましたら一つ2階でお話ししていただきたいんですが、いかがでしょうん、よかろう。それでは参れ参れ。紙と筆を用意せよ。はい。空売りはまかりならん。今月中は7円60銭以下はないぞよ。2月は8円30銭であるぞよ。何らに財宝を授け使わすがゆえ、正一の生まれた2月11日には必ず祭りごとをせよ。神様は佐藤康隆さんをお使いになって初代様にご再臨されたのです。初代様のお得意先に菊池宇之助という人がおりました。菊池さんはもう長いことリウマチを患い寝たきりでおりました。ある日、初代様が菊池さんのところへ御用伺いに行った時のことです。こんにちは、菊池さん。お加減はいかがですか？まあ相変わらずですな。ところで島田さん、せがれから聞いたんだが、島田さんの先祖に神主でもした方がおりますか？亀田屋のやつ、この前のこと菊池さんのせがれに話したんだな。いいえ、私の実家は水飲白書で神主なんてとんでもありませんよ。いや、それは島田さんが知らないだけで、何か神事に携わった人がいると思いますね。調べてごらんなさい。第一、佐藤さんという人の状態はただごとではありませんよ。相場のお告げをなさるような神様は大した神様です。稲荷様や地蔵様とはわけが違う。これは生き神様ですよ。私もお告げ通り大豆を買えるだけ買いますから、島田さんも売った大豆をすぐに買い戻した方がいいですよ。もしもし、満州大豆を買いたいんですが。そこで初代様はその翌日から大手の問屋を向こうに回して大豆を買って買いまくったのです。ところが相場は毎日だらだら下がっていく一方でした。佐藤さん、あんたがあんなこと言うから大損だよ。そうだよ、佐藤さんさえあんなこと言わなかったら儲かったもの。そんなこと言われてもね、私は知らないよ。そんなこと言ったのかね。今さら何言ってんだよ。言ったじゃないか。まあ佐藤さんに言ったって仕方がないよ。亀田屋、菊池さんとこに相談に行こうよ。うん。菊池さん、このままじゃ大損ですよ。そうかな。いや、だってもう7円60銭まで下がっちゃってるんですよ。なるほどね。菊池さん、そんなに落ち着いてないで何とか言ってくださいよ。もう金も何もなくなっちゃうよ。ほら、泣き亀、そんなに泣くなよ。泣き亀か。そりゃいや。そして何日か経ったある日のこと、再び菊池さんの家では。ちょっとこれを見てください。ここには7円60銭以下はないって書いてあるんです。もしここで我々が売ってしまえば、自分たちでさらに値を下げてしまうことになってしまうから、それじゃあダメです。確かにその通りだ。だからこのままもう少し市場の様子を見て、それでもし少しでも7円60銭以下になったら、これはもう佐藤の言ったことは全部嘘だったということになるわけですから、それからでも遅くはないと思うが、どうでしょうか。そうですね。それならもう少し様子を見てみようか。菊池さん、どうですか。月が変わって3月となりました。
佐賀町の大手問屋後藤商店の主人が突然初代様の店に飛び込んできたのです。柴田君、大変だ。大豆が大暴騰だぞ。いきなり20銭も跳ね上がってるそうだ。冗談でしょ。2銭の間違いでしょ。20銭も上がるなんて聞いたことありませんよ。あ、そうかそうか。言われてみれば確かにおかしいな。それじゃあ島田君、うちに来て手分けして調べてみようか。ああ、そうしましょもしもし、通信社さんですか？大豆は今いくらですか？う。もしもし、三菱さんですか？本当ですか？ええ、間違いない。ありがとうございます。あちこち電話をかけてみると、間違いなく20銭高の大暴騰だったのです。なるほど、そうだったんですか。ありがとうございました。島田君、欧州がべらぼうな大豆の買い占めに入ったらしいよ。欧州ってどこだい？ドイツだそうだよ。ドイツ？ああ。つまりこれが後に始まる第二次世界大戦の前兆だったのです。菊池さん、やりましたよ。とにかく大豆が大暴騰で20銭も上がったんですよ。そうだよな、亀田屋。本当にそうなんですよ。いろいろ調べたから間違いありません。菊池さんのおっしゃる通りだったんです。そうだろ。貴様らに神事が分かってたまるものか。こうして初代様をはじめ菊池さん、亀田屋さんは神様のお言葉通り財宝を授かったのです。そして数日後、とにかく島田さん、この神様は生き神様ですよ。世界中どこを探したっていませんよ。このままではもったいない。ここへ神様をお祭りして我々も信仰しようじゃありませんか。そうだ、菊池さんの言う通りだよ。ああ、そうだな。それじゃあ早速ここにご神殿を作らせましょう。立派なご神殿が出来上がり、初代様たちは毎月11日の夜には必ず例祭を開くようになったのです。なあ、仙人ってのはどうやったらなれるもんかね。そりゃあ竹に打たれたり山ごもりしたりして大変な荒行をするんだろうよ。ある例祭の夜のことです。この日はなぜか仙人や修行といった話で持ちきりとなりました。よし、それじゃあ一つ私も山ごもりの修行をしてみるかな。信仰するからにはそういった修行でもして精神を鍛えねばな。それにしてもどこへ行ったらいいかね。島田さん、それでしたら栃木の小部ヶ原ってところに神社があって、そこで土産物を売っている朝日屋ってとこの親父に案内してもらうといいと思いますよ。おお、そうか。そうして初代様は一人栃木の小部ヶ原へ出かけて行ったのです。いやー、薄暗くなってくると朝日屋の親父さんが言ってたように決して居心地のいいもんじゃないな。だからといってこの時間じゃ引き返すわけにもいかないし、それにしても夕日ってなんでこんなに綺麗なんだろう。あれ、人がこっちに上がってくるぞ。なんだ、どんどん近づいてくるぞ。うわ、なんだこの人は。小僧、こんなところへ何しに来た？ここで弱みを見せたら逃げられないぞ。よし、ここは一つ強く言ってやろう。訳あって行場を見つけて修行しようと思ってきました。若いのにそりゃ感心じゃのう。ところであなたはどちらから来たんですか？わしは修行場から来た。そうか、この人は行者か。ではあなたの修行場はどこですか？私もあなたが修行しているところでやってみたいと思いますが、教えてください。わしの修行の道場は東京だ。東京ですって？東京のあなたの家ですか？それとも寺か何かですか？わしの家でもなければお寺や教会でもない。修行というものは
深山に入って行をすることもあれば、里の行といって町の人家の中にも行場はある。それには東京のそれぞれの家が最も良い修行の道場なのだよ。座禅を組むばかりが修行ではない。店で商いをして儲けたり損をするのも修行。多くの人と話をするのも修行。勉強する図書館も修行の道場だ。人はどんなところでも心がけ一つで全てが修行の道場であって、道場でないものは一つもないのだよ。多くの人に認められる人となるには、常日頃心を収めてゆく修行がいかに大切であるか忘れてはならないぞ。なるほど。本当にそうですね。ありがとうございます。それにしてもなんて素晴らしい方なんだ。ところで、その肩に乗っているのはタヌキですか？ああ、タヌキだ。山ごもりというのは、タヌキや鹿をお供にして遊ぶようなところまで行をしなければダメだ。それじゃあしっかりやれよ。はい。いやー、偉い方がいるもんだ。私もしっかり修行しなくては。おーい、小僧。ちょっとこっちへ出てこい。はい。よいか、よーく見ておれ。あら、あらあら、まるで生きてるみたいですね。そうだ。これは生きているんだ。今日はお前にこれをやるから土産に持って帰れ。いただいてよろしいんですか？ありがとうございます。これが現在の精神眼の起源となったのです。またある時、信者仲間5人で今度は小布ヶ原にある奥の院へ行った時のことです。帰ろうと思い山道を歩き出すと、ポツポツと雨が降ってきました。ああ、雨だよ。これはいけない。急いで帰りましょう。5人は急いで歩き出しました。しかしどこでどう間違えたのか、道に迷ってしまったのです。行けども行けども元の道には戻れず、雨はどんどん強くなるばかりで、もう寒くて寒くてどうしようもありませんでした。おーい、助けてくれ。このままだと死んでしまうよ。助けてくれ。亀田屋、そんなに叫んでも誰もいないんだから落ち着けよ。寒いよ、寒いよ。あれ、人だ。どこだよ？ほら、あそこだよ。ずーっと遠くの方に。あ、本当だ。おい、助けてくれ。助けてくれ。それじゃあ俺があそこまで行ってみるから、皆さんここを動かないでくださいね。よし、わかった。頼んだぞ。おい、待ってください。待ってください。あれ、消えてしまったぞ。あ、こんなところに道が。おい皆さん、道がありましたよ。なんと散々迷っていたところのすぐ目の前に道はあったのです。神様がお姿を現されて、初代様たちに道案内をしてくださったというお話です。さて、こうして神様がご再臨され、初代様が信仰するようになると、実に不思議なことに、丈夫だった郷里の家族たちが次々に亡くなっていったのです。
それはまるで与えられた使命を終えたかのようでした。特に母美代様とは、誠一、こっちにおいで。誠一、もう私はダメだよ。お前が信仰する気持ちになったので、私は今死んでも心残りは一つもないんだよ。誠一な、私がいなくなった後でも信仰飽きちゃダメだよ。信仰は一生懸命やるようにな。一生懸命やれば子供が幸せになるんだよ。いいか、わかったか？誠一、汝神明をかけて宗教を改革し、宗教と人生に新生命を与えて世界人類を救済せ。我が守護して使わす。神様、私が宗教をやりますと、どんな偉い人が来るか分かりません。その時、ただ恐れをなしてまごまごしていたのでは、恥をかいたり、神様をお汚しするようなことになります。あなたはいずれ大勢の信者をお集めなさるでしょうが、私には勝手が分かりませんから、一つお願いがございます。あなたのお見心を一般信者に十分伝えることができますように。また、誰が聞いても、ああ、なるほどとうなずいて、得心を与えることができますように。また、誰が読んでもこれこそ神のご啓示であるということが分かるように書ける力をお授けください。その点、私では見込みがございませんでしたなら、いっそ私をお使いにならないでください。心配無用。昭和26年1月11日の午前2時のことでございました。以来、初代様のご意志は神様の深いご加護とお導きによって、第二世教主島田晴之先生、第三世教主島田浩一郎先生に受け継がれています。そして2006年には日本全国の信者が建設献金に参加し、待望の新本部聖堂が完成したのです。平吉少年、そして初代様への神様のご降臨から始まり、天神正教は開教以来、宇宙絶対の大神様に対する信仰によって神様の神秘的なご加護を受けながら、安心と幸福を得るための宗教として、その救いと教えをますます広めています。その歴史と伝統は、これからも人類と共に永遠に受け継いでいかねばなりません。